皆さん、こんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は、最近よく聞く食糧危機。そのようなことが起きる原因についてはいくつかあると思いますが、実は日本の農業の危機について恐ろしい事実が進行中であるということ、そして食糧危機などは起きるわけがないと考えている方や、食料備蓄の必要性は感じてはいるがお金がないと考えている方に対して、情報提供しておかなければ大変なことになると考え動画を作ることにしました。今回の動画を最後まで視聴すると、1、日本の米はなくなるのか。2、日本においてエネルギー高騰による食料価格はどうなるのか。3、食料備蓄をしていないものはどうなるのか。4、一体どんなマインドでこの状況を乗り越えたらよいのか。などがわかります。この動画は万が一に備え生き残りたい方だけ最後まで見てください。このチャンネルでは、1、日本人としての自信と誇りを取り戻す系の話。2、戦後の日本が受けている嘘情報系の話。3、日本の安全保障系の話。海外で起きている情報を共有。4、日本の歴史ミステリー系の話について情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。さて先日、今世界を巻き込んでいるウクライナ・ロシア紛争について大きな動きがありました。そろそろ停戦、休戦という流れになるのかと思いきや、ゼレンスキー大統領が訪米し議会で演説したことで軍需物資の追加支援が決まりました。その額はなんと2400億円です。アメリカ議会で演説したゼレンスキー大統領は、今行われているロシアとの戦いは民主主義と社会主義との戦いであり、追加支援を行うことは未来への投資であると演説し、追加支援を取り付けたのでした。ウクライナが民主主義陣営かどうかは甚だ疑問ですが、そこのところは置いておきます。ここでのポイントは、この戦いがますます長引くということを示しています。結局世界には平和を望むものばかりではない、ということを受け入れないといけないのです。考えてみれば兵器を作っている会社は兵器が売れないと利益が出ませんので、利益が出るように政治に圧力をかけていることはほぼ確実でしょうね。兵器は戦争などで使えばなくなるので注文が来る。もしくは国家間の緊張が高まって防衛力を増強するという世論を作り、政治家を動かすことで注文が入るという仕組みになっています。世界情勢は金の動きに注目すると見えてきますし、自分の身を守るために行動するためにも大切な情報だと思います。さて、今年の春から日本で始まる電気・ガス代の想像を絶する値上げは、今起きている紛争によって天然ガス、原油などの流通や各国間のエネルギーパワーバランスが崩れたことにより発生しています。エネルギー問題は製造業をはじめとしてありとあらゆる産業に影響を及ぼすことは明確です。原料高騰をそのまま価格に反映できて値上げができれば理論上問題ないのですが、買う方はたまりません。通常物価の上昇に給料の昇給が追いつかないからです。作っても売れなければ企業の経営はおかしくなるし、価格をできる限り据え置く方法をとっても赤字になってしまえば経営はおかしくなりますよね。それは農業においても同じ理由で肥料や燃料などの生産コストが上がっているので大きな打撃を受けています。なんと2023年は農家の 98% が赤字に転落してしまうそうです。ほぼ全滅と言っても良いと思います。なぜこうなってきたのかというと、実は長い年月をかけて日本の食料自給力を削ぎ落としていく政策が実行されてきたからです。日本の安全保障を考える上で、自分の国で自分たちが食べる食料を賄えないようにしていく政策が実行されていることに全く理解できませんが、これは事実なのです。今更言っても仕方ないかもしれませんが、我々国民があらゆることに無関心すぎた結果です。テレビ・新聞の偏向報道を信じ、もっと言うと我が国の捏造された歴史に興味を持たなかったツケがこれから回ってくると思います。またそういった懸念が感じられるためにこのチャンネルでは情報発信をしています。これからの時代、情報弱者は命を失うリスクが急上昇するでしょう。日本に危機が迫っているといったような情報を持ち合わせていない方とは話が全く噛み合わなくなっています。こればかりは仕方のないことでしょう。それぞれが選択してきたことであり、良い悪いではないからです。しかし今から政治を変え、国を変える時間的余裕がありません。私たちはテレビ・新聞などが戦後ずっと国民に対して犯してきた罪や、政府や政治家が行ってきた国民への背任行為を理解しつつ、同時に生き延びるための食料の確保もしなければならないので、かなり忙しくなると思います。本題に入りますが、よく話題になる日本で食糧危機は起きるのか、
ということについてですが、皆さんはどのような考えをお持ちでしょうか。食糧危機が起きないという方が言うのは、食料を輸出しなければ成り立たない国があって、日本はそれを買う経済力があるから問題ないということだと思います。それはその通りで、インドなどの国のように食料を輸出制限している国もありますが、これは価格高騰が起きている世界市場に輸出して儲けようとすると、国内の価格が高騰して経済がおかしくなるからです。逆にアメリカやオーストラリアなどの国々は、経済力が豊かで価格上昇を負担できるし、もし輸出制限したら食料が余り、国内の食料価格は暴落してしまい大変なことになります。つまりそれぞれの国の事情があって、日本においては経済力があるので食料調達は何とかなるのかもしれません。ところがです。戦後ずっと日本が行ってきた減反政策は、JA 農協などの農業関係機関が利権を使用して金儲けし続けた結果、食料の自給力が激減してしまいましたし、限りなくゼロに向かっている勢いです。彼らは国民の食料安全保障を犠牲にして儲けてきたのです。日本の農業を守らなければならない立場の機関が、自らの組織の利益のために外国への危険な投資を続けており、これはこれで超爆弾級のリスクがこれから出てきそうです。では、日本が食料危機に陥るパターンは何かというと、シーレーンという補給路に支障が起きた時です。そのキーになるのが台湾有事です。中国共産党の習近平は、台湾を取ると明言していますから、もはや時間の問題です。世界で起きている紛争は、軍需産業の利権絡みなのは明白で、もちろん事情はかなり複雑なのでしょうが、それによって輸入大国である日本のシーレーンが破壊される、もしくは機能しなくなる事態が起きると、一気に食料危機が起きてしまいます。石油、天然ガスが途切れた途端、あらゆる産業が影響を受けますし、当然工作機械は動かなくなり、食品工場も生産が麻痺します。酪農にしても飼料の約 80% を輸入に頼っていることから全滅となるでしょう。そうなると日本の食の安全保障は当たり前のように崩れます。別のルートから輸入すればよいのではないか、という意見もあるでしょう。しかしそんな甘いことではないようです。そもそもそのような時に他国が日本を救ってくれるかどうか、というところまで考えないといけません。自らを守るというのはそういう準備を言うのだと思います。今日本が置かれている状況は、こんな話を持ち出さなくてもどんどん食料の値段が上がっている状態なので、お金がないから食料備蓄なんてする余裕がないということを言っていると、どんどん食料は値上がりを起こし、買いたくても買えない状態になることは容易に想像できます。そうなってほしくはありませんが、価格高騰で買いたくても買えない人が増え、飢えるという現象が起きます。そうなると、一気に治安も悪くなるでしょう。日本よりも先行してウクライナ・ロシア紛争の影響を受けているイギリスでは、買い物客を襲う犯罪が起き始めています。食料を買いたくても買えない人たちが飢えるので当然の現象でしょう。まだ暴徒化しているという情報はありませんが、飢えと寒さに襲われている状況では、冷静な判断ができなくなるのではないでしょうか。話がそれたようですが、実は日本から米がなくなるというところにつながります。冒頭でもお話しした通り、日本においては長いこと減反政策を続けており、最近では米を作るよりも米以外のものを生産してくれる農家に補助金を出すという政策をとっていますので、ますます米の生産力は落ちていくと思います。難しい話は置いておいて、日本の米農家の減少は2023年に一気に進むと言われていますので、2023年の秋の新米がどうなるのか、本当に心配な状況だと思います。ちなみに日本の食用米のピークは1967年の1445万トンで、直近では半分以下の675万トン以下に供給を抑えようとしているそうです。もし今、台湾有事の勃発によってシーレーン、補給路が断たれる、もしくは支障が出ると、政府の備蓄米100万トンと675万トンの供給量だけしか米を食べることができなくなります。最悪な場合は日本人の半数が餓死する可能性が出てきます。よって、日本の食料安全保障を守っていくには、国民が異常事態に関心を持って米作りをしている農家さんから直接購入すれば、採算が取れなくて廃業してしまうことを防げますし、日本の農業も守れると思います。現在、政府が行っているめちゃくちゃな農業政策をそのまま放置していたのは、国民が無関心だったからです。このチャンネルでは、日本人が騙され続けている状態から目覚めることができるきっかけになればと微力ながら頑張っています。米が不足し始める時には当然価格は高騰します。
そうすると経済的弱者には米は回らない、最悪は餓死することになる可能性すらあります。日本のシーレーンに支障が出るということは他の食材も入ってこないし、エネルギーも入ってこないということになるからです。こういう状況はかつて日本が大東亜戦争へ突入していった経緯ととても似ていると思うのです。日本は海に囲まれた島国であることを忘れてはいけません。昔、城を落とすのに兵糧攻めという残酷な戦術がありました。城への食料補給を一切断つというもので、城内は地獄絵図だったと思います。そんなことが再び日本で起きることがないように祈りつつ、準備はしていかなければならないと思います。このチャンネルで繰り返し言わせてもらっていますが、日本を守るには食料安全保障からだと思います。その上で日本という国の素晴らしさを知って、自信と気概を取り戻し、もっと素晴らしい国になってほしいと願っています。いかがだったでしょうか。日本から米がなくなる、食料危機が起きるパターンの条件が整いつつある今、決して楽観視できるものではないことは伝わりましたでしょうか。それにしても日本国民の食の安全保障を潰してきた売国奴には腹が立ちますね。悲しいことに歴史は繰り返されており、人類は誰かが犠牲者にならないと学べない生き物なのかもしれません。ただ不安があるのではなく、あらゆる状況を家族で話し合って現実を直視することが最悪の事態を回避できる方法だと思います。この動画をご覧の視聴者様の中で食料備蓄についてのアイデアや取り組み方法などございましたら、ぜひコメント欄にてシェアしてください。私もまだまだ食料備蓄の真っ最中です。共に大切な家族を守るために力を合わせていきましょう。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。